蘇生が始まってたの。うちお父様がやってた。母がお店をやってて、で父はまた別に仕事を持ってたの。この立て付けも、父がいらないことをするもんで大変なことになっちゃった。そんな売ると思わないじゃん。母が亡くなって、父がね一人でここを残すの。ただ父も施設に入っちゃったじゃん。急いで不動産屋に入って売った。だから整理もしないと、なんかね空にしないとね。そう、中空にしないと。お母さんは今は天国行っちゃったの。こんなん母が先行くと思わないから、私はもう安心してたの。90なんですよ。でもまだ頭はしっかり、口もバラバラ。いいですね。だから明日介護タクシーを頼んで、家がなくなる前にここを見せようと思って。ね、今度何かあった時もう更地になってるかもしれないでしょ。悲しいじゃん。寂しい。手作り感がちょっと満載で変な空間になってます。行きましょう。これは消えちゃうんやな。なんかもう後付け鬼やなこれ。わ、すごいな。あ、電気をつく。おー、これすごいわ。ほらほら。いやすごい。そう、私ね本当見てねすごい感動したの。いや本当に。だから3、4年前にメモリーズの横尾さんってインプットしたの、携帯に。で絶対いつかうちも来るから、そういう時代が。そしたらなんかね来ちゃったと。ですぐ電話しました。結構後付けが大変そうじゃないですか。だから俺前工具持ってきてん今日。いや結構狭くて狭いですよね。圧迫感が。そうなんですよ。作業場がちょっと確保しづらいって感じですかね。いろいろ改造されてるんですね。そうですね。多分こういうのはでも後からですよね。これ完全に後からですね。ですよね。完全に作り込んでるんで。どうですか、お店の歴史みたいなの出てきましたか？あれは出てきましたね。お好み焼き返すやつ。あ、フライ返しみたいな。お好み焼き屋さんなんで。そうですよね。油。マッチ分けてるんですか。パッカー車にこうやってマッチをこう入れとくと、パッカー車の中でこう書くやんか。これで引火すんねん。書いたあれですよ。これは絶対負けなかったですね。よくパッカー車火事になってるで聞くでしょ。分別してへんから。そういうことですか。めっちゃ怖いんですよ。だから怖いです。なんかね、鹿児島へとか言ってね、なんかこう旅行のやつをこうちゃんと置いてはるんやんか。思い出として残されてるんですね。いいよね。いいですね。たっぷり入ってます。重いですか？いい貯金箱や。オーソドックスなな。そうです。貯金箱な。ほんで前に出るやろ。おお。うわこんなんもあった。DIY の鬼や。そうですね。この辺後や。で、ここやな。
お母様がお店をやってはったんですか？そうここ42年やったのよ。 42年。そうお好み焼き屋さんをね。すごいですね。だって82までやったんだよ。一元さんは入らないの。もうおなじみさんしか入らない。あ、そうですか。うん、もっと続けてほしかったけど。そうですよね。私はね、うん続けてほしかったけど、しょうがないよね。行っちゃったんだもん。母が亡くなると思わないから、あんまり帰らないね、私も。向こうは向こうで私の生活もあるじゃん。そうですよね。子供もいるしね。そうだから、もっと帰っとけばよかった。明日から検査入院をしないといけないっていうので、で、その夜、ご飯を食べて、母に明日から病院だから、ゆっくりお風呂に入りなって。で、お風呂入らして、私と一緒にビールで、お疲れさんって乾杯ってやって夜10時半ぐらいにトイレに立ったの、母がブワーッと出てきて息ができないって救急車の人に頼んで1分でも1秒でも早く連れてってって言うんだけど救急車ってなかなかここから出ないのよ。病院に連絡を取ったりとか10分ぐらいここにいたんだもん。もう私その間に10分あったらね絶対違うじゃん。もう私のね救急車の中でねもうギューッと母の手を握って頑張ってもうすぐ病院だから、で集中調整でもう安定したからもう大丈夫ですよって、で次の日朝今日からもう検査入院やからと思って行ったらもう違うもう病室にみんな看護師さんとか先生がもう集まってて蘇生が始まってたの。私ねもっと喋れると思ってたからすごい気楽に考えてたの。話もできたし、そしたらもうそれどころじゃない、もう心臓が1回止まりましたって。そしてその日のお昼なくなっちゃった。検査入院で待ってたん違うって私が帰ってくるの最後、まあ私は最後まで見れたから一人だけでも、だからそういうことですね。そうだけどもまあ幸せって思わないとやりきれない。そうだから人間いつどこでどうなるか分かんない。だからねもうね毎日ね楽しく生きないとね。そうですよね。そう後悔ないように。後悔ないように。ちょっとのことでね悲しまない。私は母が亡くなった時にもういっぱい泣いたから、もう納得。私もそういう亡くなり方したいと思った。あんな幸せな顔で亡くなるなんてね。もうほらもう家がさもうね売れちゃって、この家もきっと最後はさ形になるんだろうなって思うとね悲しいよね。せっかく苦労してさね手に入れた土地の家なんだから親にとったらよ。うおでけえ。チャーハン鍋や。でもチャーハンこんなんちゃうな。ここはお母さんのお部屋ですね。でもね日記なんであの方の多分ちょっと残してたよっていう報告だけしてみます。すごい工具ですねほんま。これはすごいいいリサイクルなんですよ。これはそうなんですか。これめちゃくちゃいいと思います。もうこんな模様入って目が入ってもうすごいいいやつやと思います。目が入ってるんで巨匠って書いてます。どう？いや知らない。かっこいいなと思ってリサイクルでレトロやな。これはねちゃんと危ないから取らない。これどこに釘ある？ありがとうございます。ここをね取りますわ。取るわ。取りますよ。ありがとうございます。下宿屋さんだったんだって。下宿。下宿？ここを買い取る前のだから間取りがすごい狭い。なるほどなるほど。間取りがねもうそう狭いでしょ。一人ぐらいしか通れないような。そうだからそうですね。1、2、3っていう感じだった。そうらしいよ。だいぶ綺麗に。偉いよね。だってこんな短い時間にやるんだもん。
こんだけのゴミをはい。そのあたり全部もともとすごくない？そうしても私はね、お金よりもね、お金の金額よりも作家のいいの箱だけ置いといてしていただいたことに感謝する。できないよ。素晴らしい。うわあ、本当だ。いやー、何もなくなった。いや大丈夫ー、すごい。大丈夫。本当。綺麗ですね。私ここ開けた、もう怖いの、ここ開けるのが。超怖かったの。布団とかあら嬉しい。もう本当申し訳ない。どうもありがとうございます。気をつけての。はい、じゃあこれで失礼いたします。ありがとう。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。はい、失礼いたします。父はさっき亡くなってて、はいそのさっきの母親が亡くなって、はい。でもこの家を貸すかなんかちゃんと仕分けろよ。ちゃんと仕分けろよ。ちゃんと分別仕分け。